済んだもん。どうもどうも。今日も元気にソマリアのニュースをお届けするのだ。ソマリアって聞くとどんなイメージ？実は世界一の長寿の家畜ワニがいるらしいのだ。びっくりでしょう。そんな謎多きソマリアから今日は4つのホットなニュースをえりすぐってきたのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。ラム IED 攻撃 KDF 兵士3人死亡7人負傷という記事なのだ。ケニアのラマ郡でケニア国防軍の兵士が即席爆発装置の攻撃を受けたという衝撃的なニュースなのだ。詳しく見ていくのだ。一緒に見ていくのだ。アフリカの核に位置するソマリアはインド洋に面した国なのだ。首都はモガディシュで人口は約1700万人なのだ。長い内戦の歴史を持つけれど現在は連邦共和国として国家再建に取り組んでいる最中なのだ。かつての海賊問題も国際社会の協力で大きく減っているのだよ。遊牧民文化が色濃く畜産業が基幹産業なのだ。漁業や農業も盛んでイスラム文化が人々の生活に深く根付いているのだ。現在はテロ組織との戦いや気候変動による深刻な干ばつ、食糧危機が大きな課題なのだ。でも国際社会の支援を受けながら復興へ向けて前向きに頑張っている国なのだよ。一つ目のニュースなのだ。BLM 暴動のミネアポリス市長民主党公認をソマリア系社会主義者に奪われるという記事なのだ。ミネアポリスの市長選挙でとっても大きな変化があったのだ。現市長のジェイコブ・フレイさんが民主党からの応援を失ってしまったのだ。代わりにソマリ系アメリカ人の社会主義者オマール・ファテハさんが推薦されたのだ。フレイ市長は2020年のブラック・ライブズ・マターのデモがあった時に街を治めていたのだ。でも警察の改革について十分じゃなかったってみんなに思われちゃったみたいなんだ。一方のファテハさんはミネソタ州の上院議員さんでソマリ系アメリカ人として初めて、それにイスラム教徒としても初めての州上院議員さんなのだ。彼は家賃を安定させたり求めやすいお家を増やしたりお金持ちさんにはもっと税金を払ってもらったりすることを公約にしているのだ。党大会での投票はちょっと揉めちゃったみたいだけどファテハさんは古い政治はもう終わりなのだって言ってるのだ。これからのミネアポリス市長選注目なのだ。2つ目のニュースなのだ。ラム IED 攻撃 KDF 兵士3人死亡7人負傷という記事なのだ。ケニアのラマ郡でケニア国防軍 KDF の兵士が即席爆発装置 IED の攻撃を受けたのだ。先日キウンガとサンクリを結ぶ道で爆発が起こり兵士3名が命を落とし7名が負傷してしまったのだ。兵士たちは輸送任務から帰る途中だったのだ。負傷した兵士は近くの病院へ運ばれたのだ。安全保障当局は爆発物を仕掛けた犯人の追跡作戦を開始したのだ。地元の住民からはこの地域がまだテロリストの脅威に直面しているとの警告が出ているのだ。今のところ KDF からこの攻撃に関する公式な発表はないのだ。ちなみに今週初めには KDF が地域の長老たちと平和維持のための連携強化を図る会合を開いていたのだ。3つ目のニュースなのだ。ソマリア軍複数地域であるシャバーブ戦闘員15人超を殺害という記事なのだ。ソマリア軍は最近同盟部族の民兵さんと協力してあるシャバーブの戦闘員さんを15人以上も殺害したのだ。ガルガドゥードなど4つの地域で大事な幹部も含まれていたのだ。国防省のスポークスパーソンさんによると特にシーンナドゥード地域では11人の戦闘員さんを倒したのだ。2010年から活動していたとされる主要メンバーイブラヒム・アブディラフマン・サンブールさんも亡くなったのだ。スポークスパーソンさんはソマリア軍と地元住民さんの協力がすごく大事だと強調していたのだ。この作戦は
ソマリア政府が国の安定を取り戻して領土を奪還するための大きなキャンペーンの一環なのだ。4つ目のニュースなのだ。プントランド、トルコ関連のモガディシュ域武器押収という記事なのだ。ソマリア北部プントランドでトルコ軍の装備とみられる武器を積んだ貨物船が差し押さえられたのだ。シーワールドという名のこの船は首都モガディシュのトルコ軍訓練施設へ向かう途中、アデン湾でプントランド海上警察隊に止められたのだ。船内からはトルコ軍のマークがついた装甲車や対空砲など大量の軍事装備が見つかったのだ。紛争地域の近くに違法に停泊していたため、プントランド政府は国際法と国内法の違反がないか詳しく調査を進めているのだ。この一件はソマリアの水域を誰が管轄するのかという連邦政府とプントランド間の長年の対立を再び浮き彫りにしたのだ。今後の動向に注目なのだ。ソマリアは内戦の歴史やテロ、気候変動と多くの課題に直面している国なのだ。でも国民は国際社会の支援を受けながら国の再建と安定に向けて頑張っているのだ。政治の変動、治安の課題、国際関係などその複雑な現状はこれからも目が離せないのだ。ソマリアの未来に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。